コーヒー豆はこいつ。スターバックスのパイクプレイスです。これね、スタバの、福袋に入ってたやつですね。これを家族からいただいたんですけど、これ多分あれですよね、限定のやつとかじゃなくて普通に売ってるやつだと思います。パイクプレイス。このパッケージとかよく見るので、多分普通に売ってるやつなんですが、美味しいコーヒーを入れるには 180ml、コーヒーカップ1杯分の水に対しコーヒー豆 10g と書いてあります。いつも自分がやってるやつより水多めですね。いつも豆 10g に対して 150ml の水でやってるんですけど、これ180らしいです。大丈夫かな？薄くならないんですかね？心配なんで、170くらいでやってみますか。なんか水多く入れるのちょっと心配なんですよね。おお、めっちゃいい匂い。できました。ちなみに、豆 15g のお湯200、いくつだっけかないくつでやったんだっけ？ 270 です。270ml でやってみました。では、パイクロストいただきます。あ、うまっ。あっさりですね。あっさりなんだけど深みがあるみたいな感じで。さすがいい豆は美味しい。いい豆って言っても、普段もっと安いの飲んでたんですよ。セブンとかに売ってる、もう、なんだろうな、1g1 円ぐらいの豆飲んでたんですけど、やっぱりそれと比べると美味しいですね。やっぱ豆もね、最近ちょっといいのにしようかなって考えてて、やっぱり味が全然違うんですよね。超高級豆ではないんですけれども、そこそこいい豆使ってると思うんですよ、スタバの豆って。一袋、調べてみたんですけど、これ、250入ってて、250g ですね。入ってて、1900円とかなんですよ。なので、大体ね、1回あたり、自分は、20g 豆を入れるんですよ。なので、そうすると、1回あたり150円とかなので、なんかそのコンビニとかでコーヒー買うこと考えたらそんな大した金額じゃないし、ちょっと豆いいのにしてもいいのかなっていうふうには思いますね。あんまコーヒー豆ケチるとこじゃないかなって思って。やっぱいいの飲んだ方が幸福度も上がると思うんで。バリエーションもありますよね、やっぱスタバの豆って。そして選ぶ楽しさもあるじゃないですか。あそこ、並んでる時になんか一つ豆買おうみたいな。さすが美味しいですね。コーヒーのお供はこいつです。無印良品のほうじ茶バームクーヘン。これも美味しいんですよね。やっぱりね、無印良品のバームクーヘンは最高ですよ。夕飯はこいつ。牛タン弁当。あそこの、うちの近くのコープでたまに売ってる。これめっちゃうまいんですよね。牛タンが結構いっぱい乗ってて、かつ結構コスパもいいっていう。いやーめちゃめちゃうまい。スーパーに売ってる弁当にしてはめちゃくちゃクオリティ高いんですよね。めっちゃ合う。あとこれもうまいですね。なんか今日惣菜ばっかりですけれども、バルサミコソースがかかってるみたいなんですが、肉とポテトとオレンジが入ってるやつ。これ地元で買ってきたお菓子なんですけど、ハートチップル。これめちゃくちゃ美味しいんですよね。こっちでは全然売ってるの見たことないんですけど、地元で初めて見たんですけど、なんか家族がすごい懐かしがってて、昔からあったお菓子っぽい雰囲気ですけど、自分は初めて見ましたね、これ。すごいニンニクが効いてて美味しいので、めちゃくちゃ気に入りました、これ。めっちゃ美味しい。こっち帰ってきてから、買い出しとか行った時に見たんですけれども、ないんですよね。なんかこっちではこれ見たことないです。でもなんか、地元だとなんかこれいろんなとこに売ってたんですよ。なんでしょうね。でもこれめっちゃ美味しいです。ニンニクが効いてるのがやっぱいいっすね。
今日はこれ飲んでみます。これ家族に、結構前にもらって、飲んでなかったやつなんですけれども、コーヒー牛乳の素ってやつで、この液体を牛乳で割るとコーヒー牛乳ができるみたいなやつで、三春の、なんだっけ、ハーブ園で買ったのかなって言ってましたが、ちょっと飲んでみます。かなり見た目的に美味しそうなんですけれども、京都のやつみたいですね。こんな感じですね。よいしょ。3から4倍に希釈してくださいって書いてありますね。まあ、じゃあ、そのように作ってみましょう。こんな感じになりましたね。ではでは、いただきます。めちゃめちゃうまい。なんかあれですね。甘すぎず、渋すぎずっていう感じで、美味しい。なんかバランスがいいですね。コーヒーと、牛乳の味両方味わえるって感じで、旅館とかにある瓶のコーヒー牛乳をちょっと上品にしたような感じで、なんか上品な味でゆっくり飲めますね。美味しいです。皆さんこんばんは。そういえば、これ、新しく新調したデスクと、チェアです。これは土曜日に家族と一緒に組み立てたものなんですけれども、チェアがね、結構問題があって、前のコンティックスの黒いチェアあったと思うんですけれども、あれが足回りの部分が壊れてしまって、だいたいこういうキャスター付きの椅子って、キャスターがいっぱいついてる、人手みたいな形した足があるじゃないですか。で、そこの部分に、支柱が刺さってると思うんですよ。で、その支柱の上に、座面があるっていうような感じだと思うんですけれども、そのなんか、キャスターがついてる、その人手みたいな形した足のところが割れてしまって、プラスチックでできてたんですけど、それが割れてしまって、支柱が、下にガツンと落ちてしまったんですよね。で、その支柱が、床に完全にくっついてる感じになっちゃって、で、だから、なんて言うんでしょうね、支柱は本来床についてなくて、その足の部分が押さえててくれて、で、そのキャスター、5つついてるキャスターに力を分散させて、床を転がるようにしてるみたいな感じだと思うんですけれども、その支柱が完全に落ちちゃって、キャスターの部分に力が分散されなくなって、その支柱の部分だけで、床の上に立ってるような感じになっちゃって、だから全然キャスターで、移動することもできないし、ガタガタするんですよね。真ん中だけで止まってるので、ぐるぐる、揺れちゃったりとか、あと床にも傷ついちゃうっていうことで、これもなんか使えないなっていうことで、椅子を新調するのが目的でしたね。で、これ IKEA の、あとあれだわ、すごいきしんだんですよ。やっぱりもともと耐久性が微妙だったのか、やっぱりその足がプラスチックでできてるっていうのもあって、結構ね、耐久性がいまいちだったんじゃないかなって今になって思うんですけど、すごい、きしんだんですよ。動画撮ってる時とかも結構ギシギシ椅子の音が入ってたと思うんですけれども、この椅子は全くそんなことなくっていう感じなんですけど、IKEA の、なんていうんだっけかな、概要欄に URL を貼っときますけれども、2万円くらいのワークチェアっていう感じで、これ動画で全部は映ってないですけれども、背中の部分がメッシュになってて、で、このヘッドレストもついてるっていう感じで、なんて言うんでしょうね、長時間使って、座ってても疲れにくいような、なんでしょうね。選ぶポイントとしては、座り心地とか、あと、体に悪くないような、結構長時間、デスクに座ることとかあるので、変な椅子使うと、体が故障してきたりすると思うので、なるべく体に優しい椅子というか、なんて言うんでしょうね。もう、長時間、座るように設計されたような椅子っていうのを選んだんですけれども、で、IKEA のこの椅子を選んだって感じですが、座り心地もすごくいいし、体がどっか痛くなりそうな感じもしないし、で、あと耐久性もいいですね。すごい、全然、揺れないですし、耐荷重が120キロぐらいまであるので、
普通の人だったら全然、耐久性大丈夫だし、あと足の部分がちゃんと金属でできてるんですよね。前はなんかプラスチックだったので、なんか割れたりしたんですけど、これ金属だから、まず普通の使い方じゃ割れたりとか亀裂入ったりはしないだろうし、まあ、全体的にやっぱなんか、作りが丈夫だなっていう感じがして、やっぱ IKEA スウェーデンの金用とだけあって、あっちの人って結構大柄だと思うので、こう大きめに作ったりとか、耐荷重とかも、日本人基準じゃなくて、あっちのヨーロッパ人基準だと、やっぱりその耐久性も、あっちの方が、あるのかなっていう感じで、日本メーカーよりだから、耐荷重とか求めるなら、まあ、海外ブランドで、まあ、なんだろう、ある意味、日本製の方が耐荷重というか、耐久性あるっていうのはあると思うんですけれども、まあ、そこは選び方ですけれどもね。でも、IKEA はかなり耐久性はあると思いますよ。はい。で、あと、デスクも新調しましたね。前のやつが、そう、天板が自分で作ったやつだったんですけど、なんか湿度によってこう、反ったりとかしちゃったりとか、あと、でかすぎたりとか、あと、表面の、あの、表面自分でなんかニス塗ったりしたんですけど、あれがデコボコしすぎて、物を、なんか書いたりするときとかに、すごいガタガタし嫌だったので、テーブルもこれ天板変えましたね。天板をこれ 140×60 の、天板に変えて、なんか映ってるかな、動画で映ってるかわかんないですけれども、この上の部分が、なんだろう、深緑っぽくなってて、で、断面のところが、こう、木の小口みたいになってて、すごいなんか、おしゃれな天板ですね。で、あっち側に足が2本、足はもともとあったので、もともとあった足つけて、で、こっち側には、IKEA で新しくチェストを買いましたね。引き出しですね。引き出しもなんか自分で作ったやつがあったんですけど、もう完全にその、引き出しが下に落ちちゃって崩落してたので、買い替えました。これもすごくいい感じですね。IKEA のアレックスっていう、結構有名な IKEA の引き出しなんですけれども、そんな感じで、チェアと天板と引き出しっていうか、まあ、こう、足の部分とか結構なんか、デスク周りが一新されたような感じになってますね。まあ、あれですね、組み立てる動画とかは、DIY の方のチャンネルとかにも上げようと思うので、まあ、そちらの方見ていただければいいと思うんですけれども、今日のメインは、ちょっと茶番というか、前置きが長かったんですけど、GoPro ですね。これ GoPro Hero 12なんですけれども、多分 Vlog でこれを手に入れた経緯って話してなくて、なんかいきなり、何の告知もなく、この GoPro 12がこう Vlog で使われ始めて、あれ、こいついつの間に GoPro を手に入れたんだっていう感じだと、思うんですけれども、これですね、手に入れました。家族にですね、プレゼントしていただいて、ありがたく Vlog で使わせてもらってるっていう感じですね。はい。多分これ最新のやつですね。GoPro Hero 12。去年、2023年の9月に発表会、まあ見ましたけれども、そこでまあ発売されてからまだ3ヶ月ぐらいしか経ってない最新の GoPro になります。はい。で、これのなんか、なんだろうな、なんかセットになってるんですよね。こういう GoPro のポーチ的なのもついてきてて、で、いろいろなんかアタッチメント的なのもついてきてるんですよ。これなんかヘッドマウントするベルトとか、あとこれあれですね、なんて言うんでしょうね、こう、スティックっていうかこう、あれですね、グリップとかもついてきたりとか、最初から一通りいろんなのがついてきてる、こうコンボセットみたいな感じ。あとバッテリーが2本ついてたっていう感じのやつなんですけれども、うん。GoPro Hero 12です。これを家族にプレゼントしていただいて、Vlog で使ってます。まあね、なんだろうな、Vlog 全編 GoPro で撮影するとかではなくて、こう、今メインというか、まあ、ほとんどずっと iPhone で撮ってきたんですよ。ほとんど全部のシーンを、自分の Vlog は。なんですが、まあ GoPro があるということで、その GoPro と iPhone をうまいことなんか使い分けながら撮れたらいいかなって思ってます。なのでですね、まあ多分なんですが、使用頻度としては iPhone の方が高くなると思いますね。だから
どっちのシーンが多いかって言われたら iPhone で撮影したシーンの方が多くなると思います。GoPro はなんか部分的に使用するみたいな、そんな感じで、なると思います。で、どういうシーンで GoPro 使いたいかっていうと、あれですね、タイムラプスとかですね。タイムラプスをね、たまにこう動画の間とかに挟んだりするんですけれども、あれを、サブの携帯というか、前使ってた iPhone XR で撮ってたんですよね。まあ、なんだろうな、結構この、今、メインの携帯13 Pro 使ってて、今もそれで撮影してるんですけれども、タイムラプス撮影してる時ってやっぱ携帯が使えなくなっちゃうので、動かしちゃいけないんでね。だからメインの携帯じゃなくて、サブの iPhone XR で撮ってたんですけれども、あれだとね、超広角レンズとかそういうのがないので、画角が狭いっていうのと、やっぱ画質がね、もうあれ2018年とかに発売された携帯なので、かなりね、なんだろうな、画質悪いなっていう感じできたりはするんですよ。その解像度とかそういう問題もありますけど、なんか、画質が結構荒いなっていうのとかだったりとか、あと iPhone ってそのタイムラプスの設定が自由にいじれないんですよね。一律で30秒のタイムラプスができるんですよ。5分撮ったとしても、3時間撮ったとしても、一律でその30秒にまとめられちゃうっていうのがあって、そのタイムラプスの速度とかそういうのがね、指定できないんですよ。で、あと解像度も iPhone の場合はフル HD までしかタイムラプスの場合撮れなかったりしたんですけれども、GoPro って結構そのタイムラプスの機能が充実してて、5.3K までの解像度でタイムラプス撮れるし、あとその速度とかも変更できるんですよ。何秒おきに、なんだろうな、シャッターを切るかっていう設定ができるんですよ。まあ動画ってこう、静止画の集合体だと思うんですけれども、なので、まあそのフレームレートと、あと、だから静止画を何秒おきに撮るかみたいな感じですよね。1秒おきに撮るのか、3秒おきに撮るのか、5秒おきに撮るのかみたいな設定することによって、そのタイムラプスの速度を変えることができるんですよね。だから短時間撮るときはその頻度を高くして、長時間長回しする場合はその頻度を長くするっていうので、こう設定ができて、それが iPhone と違うところなんですよね。なので iPhone の場合なんかその短時間だけ撮ってもめちゃくちゃなんか長いもう30秒もいらないよっていう感じになっちゃったりとか、あとせっかくこう長く回してたのに30秒でまとめられちゃうのかみたいな感じで自分でカスタマイズできなかったんですけれども、そこら辺のカスタマイズ性が GoPro の方が高いので、結構タイムラプスは使えると思いますね。あと、なんだろうな、タイムラプス、iPhone とかで撮っちゃうと、タイムラプス撮ってる間 iPhone 使えないんですけれども、GoPro だったら別にタイムラプス撮影してる間使えなくても、特に問題はないので、あと軽いので、まあ、例えば外の景色、例えばこう、朝日が昇ってくるところとか撮りたいとか、そういう時にも、なんか、三脚で立てたりとかしなくても、吸盤でガラスにくっつけたりとか、こう、いろんなアタッチメントが使えるんですよね。iPhone をなんか固定するっていうと、まあ、パッと思いつくのは、まあ、なんか三脚に立てるとか、なんかスマホスタンド使うみたいなくらいなんですけれども、GoPro ってすごくアタッチメントが豊富なので、いろんなとこにマウントできるんですよね。なので、いろんなところから撮れるし、その撮影を開始するまでのハードルも低いっていうので、それもいいポイントなのかなって思いますね。うん。その車につけて撮るとかっていう時も、なんかこういろんなとこに挟んだりとか、サクションカップでマウントしたりとか、そういうことができるので、それもかなりいいポイントかなって思いますね。だからタイムラプスはかなり使えると思います。あと、広角で撮れるんでね。あとは、あれですね、まあ、アクションシーンというか結構、動きの多いシーンですよね。まあ、なんだろうな、Vlog で言えば、Vlog というか、まああれですね。なんか自転車乗ったりスノボのしたりとか、そういう、動くシーンですね。そういう時に、やっぱ使いますよね。もともと GoPro ってそういう用途で開発されてるので、一回こうスノボに行って使いましたけど、めちゃくちゃいい動画が撮れてよかったですね。だからああいう時に、やっぱり GoPro 使うのは一番この GoPro というカメラの性能を発揮できる場なんじゃないかなと思うので、もちろんそういう時にも、使えますね。うん。だからより面白い動画が撮れると思うので、楽しみですよね。あと、頭とか胸とかにマウントすれば、その両手が使えるわけなんですよ。その iPhone とか普通のカメラって手に持って撮影することが基本というか、なんて言うんだろうな。まあ三脚とかにも固定すればいいんですけれども、手に持って撮影するってなると、両手使えないじゃないですか。
だからこう作業の風景とかを撮影するっていうなるときに、片手で撮影してたら片手しか使えないし、あと三脚とかに立てて撮影してると、結構作業とかしてると、これちゃんと映ってるのかなとか、どういう風に撮れてるんだろうみたいな感じとか、あと後から見返してみたときに、なんか自分の思ってた映像と違うみたいなことがあったりすると思うんですけれども、これをですね、人体にくっつけることによって、自分の見てるそのままのものを撮影することができるんですよ。この GoPro のセットにも、ついてきましたけれども、頭にくっつける、マウントがついてるんですよ。こう、ベルトでこう、頭にスポッとはめて、ここにこう GoPro をマウントするっていうのがあったりとか、あと自分がいいなと、買いたいなと思ってるのが、こう、胸のあたりにマウントするやつとか、そういうのがあるので、そういうのを使えば、自分の見てる目線に近い映像が撮れるんですよ。で、かつ両手が撮れるっていうので、なんかいろいろ作業とかしてるときにすごく使えるんじゃないかなって思いますね。うん。よりこう自分の見てるものに近い映像が撮れるんじゃないかなと思いますね。うん。やっぱあと、結構ね、面白い映像が撮れるので、いろんなところで、活用してみて、どんなのが撮れるか、それで、より動画が面白くなればいいなと思うんですけど、あと、アタッチメントというか、そのマウントとかもいろんな種類あるので、それもいろいろ買ってみたいですよね。GoPro の公式のやつだけでも40種類ぐらいあって、今自分があるのは、スティックとこう頭につけるやつぐらいしかないんですけれども、やっぱサクションカップ欲しいですよね。吸盤ですね。吸盤でマウントするやつ。ガラスとかにこう固定できるってやつですね。外の景色撮ったりとか、車とか、そういうのの車窓を撮ったりするときとかにすごく便利だし、あとね、バックパック背負った時のこの肩掛けのベルトのところあるじゃないですか。ここにマウントできるやつがあるんですよ。これも便利だなと思ってて、なんかこう、散歩しながら動画撮るとか、なんか外で両手使いながら動画撮りたいとかっていう時に、それ結構いいんじゃないかなと思うんですよね。この、バックパックの肩掛けベルトのところに装着すると。やっぱね、頭につけとくと、なんか違和感あるし、重いし、なんか、目立つじゃないですか。なので、普段、なんて言うんでしょうね。ガチでこう撮影したいとかっていう時は頭につけるのもいいんですけれども、普段何気なく撮影したいとかっていう時に、ここにつけとくといいのかなと思いますね。うん。あと、こう、声とかも入りやすいじゃないですか。そして、別に撮影してない時に、こう、収納にもなるんですよ。例えばなんか、そこら辺にマウントしたりしたり、例えば自転車にマウントしたりとかすると、その自転車からこう、どっかお店に行くとか、寄り道するとかっていう時に、この GoPro を自転車から撮んないと、なんかその、目を離してる間にこう盗まれそうとかっていうのはあると思うんですけれども、バックパックにこうマウントしとけば、別にこうバックパックは常に外にいるときは身につけてるものなので、GoPro もそれと一緒に移動してくれるんですよね。だからいちいちこう取り外したりとか、撮影するときに取り付けて、撮影終わったら取り外してってことしなくても、常にこう撮影していようがしていなかろうがここにくっつけておけるので、撮影場所兼収納みたいな感じで、そういうのもいいのかなと思いますね。あと、自転車にもね、なんだろうな、自転車のハンドルのところにクランプするマウントも、実はそれ持ってて、なんか5年くらい前に、試しで、全然 YouTube でもやってなかった頃なんですけど、なんか中華の、アクションカム買って、結局なんかそれ3、4ヶ月ぐらいで壊れちゃったんですけれども、なんかそれをマウントするための、なんか、なんだろうな、自転車のハンドルのところに、こう挟み込む形でクランプして、で先っぽがこのアクションカムの、なんて言うんでしょうね、こういう形になってるってやつがあるんですけれども、それを取り付ければ自転車にも、自転車の側に取り付けて撮影することもできると思うし、いろいろ活用はできそうで面白いです。なのでこれから GoPro 映像、お楽しみにということで。最新のやつなので、今世界中にある GoPro の中で一番綺麗な映像が撮れると思いますので、かなり自分もどんな動画が撮れるかっていうのは結構楽しみなところでありますね。GoPro 用に新しい SD カードを購入しました。これですね。サンディスクのエクストリーム。これね、もう本当に GoPro 公式で推奨されてる SD カードで、GoPro の SD カード買おうと思って調べたときに、どういう SD カードがいいんだろうなと思って調べたら、その GoPro の公式サイトにこう対応する SD カードみたいなのが書いてあって、
もうそれがもう本当にメーカーとか品番まで指定してあるくらいで、で、そこでこう指定されてたのがまさにこれで、これと、あとなんだっけ、もう一個ブランドがありましたが、忘れちゃいましたが、自分買ったのはサンディスクのエクストリームというシリーズのやつで、GoPro が、GoPro 公式で推奨してる SD カードをそのまま購入しました。これ Amazon で、これ今 128GB ですけれども、3000円しなかったですね。SD カードに関しては Amazon かなり安いと思ってて、家電量販店とかで見るとね、なんかこれ、地元の経済機で見たら1万円ぐらいしたんですよ。なんでこんなするんだろうなと思って、家電量販店が高いのか Amazon が安いのかわかんないですけれども、Amazon で買った方がお得です。ただ、届くまで少し時間がかかるっていうだけで、そんなことですね。で、ちなみに今まではこいつ、これも同じくサンディスクなんですけれども、なんか、サンディスクウルトラってやつですね。サンディスクウルトラってやつで、これは、なんかすごい昔、もう5年ぐらい前になんか中華のアクション株みたいなのを試しに買って、なんか3ヶ月ぐらいで壊れたんですけれども、それが取っといてあって、あ、そういえばあれの中に SD カード残ってるんじゃないかと思って、見つけたやつです。そう、GoPro 買った時に SD カードマイクロ SD カード全然なかったんですよ。だからこう、取ってみるのに、せっかく買ったから取りたいよねって言ったんですが、マイクロ SD カードがないという、事態になって、あ、そういえばその前使ってたアクションカムに残ってるかもしれないということで救出したのがこのサンディスクのウルトラっていうやつの64ギガの SD カードですね。でも64ギガだからね、結構すぐなくなっちゃって、まあとりあえずでこれ128買ったんですけれども、まあ足りなかったら256とか買おうかなと思います。ということでとりあえず開封しましょう。以上かな。あ、保証ですね。これ、保証書と、まあ、保証書がこの中に書いてありました。で、こいつが本体。うわ、ちっちゃ。はい、出てきました。サンディスクエクストリーム 128GB。こんな感じですね。じゃあ、とりあえず GoPro に挿入していきますけど、これなんか GoPro に、SD カード入れるのなんかめっちゃ大変だなと思ってて、なんかね、多分これバッテリー外して SD カード抜き差しするんですね。バッテリー入れた状態で SD カードの抜き差ししようとすると、もう全然こう爪が届かなくて、自分こう爪の形がちょっとね、生まれつき、形が、なんて言うんでしょうね。こう普通の人より爪が内側に入ってるので、それで押せないっていうのもあると思うので、しょうがないと思って、なんか10円玉とかで、とかタイプ C ケーブルとかでやってたんですけれども、バッテリー抜いたら普通に抜き差し簡単になりましたね。ここで。カチッと。ここにね、手前に隙間があるので、これだと、普通に、自分みたいに爪がない人でも抜き差しできるっていうね。で、バッテリー入れた状態だと、これ、わざとやりにくくなってんのかな、こう、外で抜けたりしないように。多分バッテリー外すんですね。抜き差しするとき。ちょっと電源オンにしてみて、何分取れんだろうな。お、すごい !3 時間13分。すごいですね。今 4K の 24fps に、設定してますけど、前の64ギガだと1時間半とか1時間20分ぐらいだったんですけれども、だから倍 ?2 時間、いや、倍以上になってるな。なんか倍以上になってます。まあ SD カード、完全に128って書いてあったから128使えるわけではなくて、なんかこう、システム的なあれがあると思うので、多少あれはすると思うんですけれども、だからそれ考えると、64ギガの SD カードより、こう、倍以上取れるのかな。すごいですね。これで当分 SD カード問題は大丈夫そうですね。結構長回ししといても3時間使うことはね、めったにないと思うので、で、心配な時はまだこれ64ギガあるので、だから、いくつだ ?192 ギガ体制でいけるっていうようなことで、まあ、とりあえず当分はこれでいいんじゃないかなと思いますね。64でもね、あれだ、一回いっぱいになったな。スノボに行った時にね、いっぱいになりましたね。64ギガだと。
なんだろうな、完全にその1時間20分全てこう動画で使うわけではないんですけれども、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね、こうずっと回しておくんですよね、ああいう時って。なんかこう撮ってない時とかでも、やっぱり録画停止ボタンとか押すのあれだから、ずっとこう、ずーっと撮影してて、編集時に使うところだけ切り取るみたいな感じだったりとか、あとこう、まあ今スノボの話してますけれども、例えば、こう滑ってる時にこうずーっと撮っといて、必要なところだけ撮る、編集でカットするみたいな、そんな感じで、やっぱそういう使い方できるのも GoPro の醍醐味だと思うので、やっぱ結構ね、iPhone とかで撮る動画みたいに、こう、数秒でちょこちょこ、カットするんじゃなくて、結構もう本当に15分とか1回の、撮影で撮ったりするので、やっぱりね、この前スノボ行った時に容量がかなりいっぱいになってしまったんですが、まあ3時間あれば大丈夫かなっていう感じはしますね。とりあえずは良かったです。これめちゃくちゃ美味しいですね。貝出し醤油。これ安かったのでいっぱい買ってきたんですが、美味しくて一つもう食べました。これかなりね、美味しいです。貝出しとポルチーニの風味が効いた醤油ラーメン。しっかり醤油味なんですけれども、すごい海鮮の風味が強いんですよね。海鮮系の香りというか。あまりこう、海鮮系の醤油ラーメンってあんま食べたことないので、結構新鮮な感じがします。